はい、今回は2026年ユースワールドチャンピオンシップグループ C の対局、黒、吉川智樹五段と白、ちょっと何て読むかわかんないんですけど、ゴン・ユエチェンさんの対局を並べていきます。このね、ユースワールドチャンピオンシップ2026というのはね、今まさに行われている大会の棋譜でして、それが順次更新されているんですけれども、おそらくこの動画投稿時点では、その大会すべて全日程が終了しているということになります。ただね、せっかく今、現在進行形でやっているということで、そのうちの一つの棋譜を並べていこうかなと思います。そしてこのグループ C というのは、ユースワールドチャンピオンシップは年齢、性別で分かれていまして、グループ C は男子の、調べたところ、12歳から15歳の部ですね。なので、日本でいうところの中学生の部なのかな。そういう分かれ方を、そういうふうに厳密に分かれているかは分からないんですけれども、おおよそ中学生の部ということだと思います。ということでやっていきます。変形は、1、2、3、4、5ということですね。現時点でこの棋譜以外にもちょこちょこ更新されているんですけれども、この黒5というのが黒の吉川五段の作戦のようですね。で、6、7、8と、これはお互いにレーンを止め合うオーソドックスな進行です。9、これもそうですね、レーンを止めて、次に、こういう手とか、こういう手とか、ちょっと、これでいいかな。はい。こういう手とか、こういう手とか、こういう手が狙いとなります。なので、白は、こう打ちました。いや、これ、現代の研究で最も多分有力とされている白の開始で、いや、これが、その、中学生の若手の大会でね、こう見られるっていうのは、すごいですね。なんかレベル高いなって思います。11、ここですね。ここはいろいろね、手はあるんですけれども、よくこの形だとね、この場所に打っておくっていうのが一旦急所になりやすいかなっていう印象がなんとなくありますね。ちょっと理由わかんないんですけど、ソフトはね、結構ここを推奨してきて、で、本文のね、その、石川くんも、おそらく多分研究だと思うんですけれども、しっかり準備をされているようで、こうなりました。ここまではお互い、なんというか、まだ事前準備かなと思います。で、12。12をどこに打つかっていうのはちょっと議論がありそうなんですけれども、この12は比較的素直な手ですね。この11と5のレーンを止めて、おとなしく受けておいて、この白10だとか、この白8で、外側に回った石を生かそうということですね。白はね、何もなければ、こういう手ですとか、こういう手ですとか、こういう手、あるいはこちらに打つ手ですとか、こちらに打つ手というのを楽しみにしています。その分、しばらく先手が来ないので、これは黒が攻めて、白が受けるという、よくある構図ですね。そして、他に白が打つとすると、こういう手とかこういう手も選択肢としては考えられるのかな。一回反発するのか単に受けるのかっていうのはね、判断が結構難しいんですけれども、今回は一旦この白12と単に受ける手を選びました。もしかしたら、こちら側から反発するというような手も、あるかもしれないんですけれども、ここに止めておくとね、一旦黒の一番大事な攻めが止まるので、なんというか手堅い進行と言えますかね。で、黒はね、ここで、自由に何か打ってくれということで手番を渡されたんですけれども、ここでちょっと、黒は大事な局面でして、正しく打てれば、優勢になるかどうかは全然わかんないですけれども、そこそこ攻めを継続できて、ちょっと間違えると一気に白に持っていかれそうな局面ということで、
ちょっと黒の方に難しい手番が回ってるかなというふうなことだと思います。そして実戦では13、14、15となりました。これは例えば、こういうふうに打つのでしたら、13とね、単にこう打つっていうのもあるのですが、これは何を気にしたんだろうな。こう打たれることを気にしましたかね。この時に、この白14の場所が14、12、8というのが、桂馬の網になってまして、これの形を作られるのが気になったかな。ただ黒もね、こうやってこうやってこうみたいな感じで攻めが続くので、この辺りね、ちょっと切り合いなんですけれども、どちらの方がいいかっていうのをね、ちょっと読まなくちゃいけないんですけれども、吉川君の方は、この14までの進行をちょっと自信なしと見積もったので、だったら先にこう13と入れておこうということを選んだのだと思います。他の選択肢としては、こう打つのもそうですし、あとはこういう風にやるとかもありますね。ここに打っちゃうのも、あるのかな。ちょっと厳密な良し悪しはわかりませんが、選択肢としてはあるかなと思います。こことのね、接続性を重視するのでしたら、こういう場所に打つっていうのもちょっと変則的ですけど、もしかしたらあるかもしれません。どうなのかな。なんか何かの表紙にこういう手でね、返されないかっていうのをちょっと気にしないといけなくて、その意味で、13どこに打つかっていうのは判断が難しいですね。で、なので本譜は一番確実に一応先手が取れるっていうことを重視してこう打ったのかなと思います。で、対する白は16ということで、これ、受けただけの手ではあるんですけれども、例えば、こういう風に単に止めたときに、次に、こういう手があるんですね。こういう手でいきなりこう、アタックをかけるという余地があって、この場合はね、一回こうすると、例えば、こうやって継続すると、資産って打たれるので、すぐに白からすごい攻めがあるというわけじゃないんですけれども、これがね、かなり先手で入りうる。つまり、ここで放置すると、こうなって、こうなるということで、黒としてはね、結構この18のポジションっていうのは怖いんですね。なので、ちょっと16というのがね、手順にいい場所に入ったので、黒としてはどうするかなということですが、本譜は17、18、19、20、21、22と、こう一気に引いていって、これ攻めてるっていうよりは、白の攻め味を先手で解消しようっていうことですかね。ただ白はね、これで、こちら側とかね、こういう場所とかね、こういう場所にもね、こう攻めがどんどん出てくるので、こういう風に引きながら解消するっていうのはね、結構難しいんですけれども、なんとかそれを試みているということだと思います。で、23、24、25、26となりました。そして27と打ちます。黒のやりたいこととしては、勝つっていうよりは先手で盤面を埋めていくっていうことなのかな。あとは、どちらかというと、盤面で勝つというよりは、ちょっとここだけの、このね、下側1箇所だけの攻めなので、ちょっとね、黒大変そうだなっていうのが第一印象ですね。で、白は、一瞬間攻められてるんですけど、例えばこれでこういう風に切り返したりすると、4から打って、4、3というようなね、手があるので、白は簡単にはね、まだ攻めに転じることはできないんですけれども、例えばこういう風にじっと受けておいて、チャンスを待てば、じきに黒が息切れするだろうということで、方針がだいぶわかりやすいですね。で、黒は、ちょっとね、攻めを継続するのは大変そうなんで、どうやってこう先手を渡すのが一番負けにくいかという形勢になっているかなと思います。ちょっと、こうするしかなかったのかはわかんないんですけれども、その22あたりまでを見た感触で言うと、ちょっとこの時点で白がだいぶいいかなっていうのが私の判断ですね。なので、
もしかしたら、吉川君がこの辺りでちょっと失敗したのかなっていうふうに思って打ってるのかなと、個人的には、ちょっと感じますね。国際大会に出るのが初めてということで、緊張してるっていうのもあるでしょうし、この辺りは大変だと思います。で、28、29、30、31を全部打ちますね。これ32で、32止めると、次にここに飛散があるので、なんかね、黒止めなくちゃいけないんですけど、33、裏から取って解消、34、35と、この35で模様を張って勝負ということですね。こう単に受けてくれれば、どうするんだろうな。こういう場所から攻防に利かすかな。あるいはこう打っちゃうのも考えられますね。なので35はちょっと勝負手ですね。この瞬間に何かこう、白にいい手がないという目論みで打っていますが、これが通ればね、黒は結構でかくて、白は何と言っても、速い攻めが一応ある。例えばこういう風に打った時に、ここで3とか打ってね、無視するっていうことを考えます。ってなると、普通であればね、ここから4打って、もう1回4打つっていうのがあるんですけれども、この40っていう場所が万端なんですね。無事なので、この40っていう場所が4じゃないんですね。これ4だと、この40っていう場所が、仮にこの縦がね、白の4だと仮定すると、黒が止める手を打って4を押して資産ということで、白が先手を持って勝てるんですけれども、これは白のね、こう攻める方向が上の方向なので、狭いからあなた早い攻めはないでしょうっていうのをね、こう35を咎めようとしてるわけですね。いや、この辺りは結構すごいくて、ちょっとね、序中盤を見てると黒がちょっと潰れ気味だったんですけれども、いきなりこう35までで模様を張り直して、黒がちょっと元気が出たかなっていうところなんですが、次の手を見てみましょう。36、3引き。なるほど。これ仮にこうすると、なんかいっぱい来るからな。こういう手がパッと見は気になりますかね。これあれか。乾こうか。こうして、こういう手がありますね。あれってことは積んでるのかな。本譜見ると37、38、39、40とここまでで黒が投了ということになっています。投了と以下は何をしているかと言いますと、これは止めるしかないんですけれども、止めさせて4を押して止めさせてこう打つと、この場所がね、四死金なので、これを受ける手が黒はないということで、白勝ちということになります。いや、これを瞬時に捉えるとすごいですね。35って結構いい勝負手に見えるんですけどね。これはね、仮に例えばね、こういう風にね、こう受けてしまうようだと、次に白が自由に打てるんですよ。例えばこういうところでもいいですし、こういうところから手をつけるでもいいですし、かなりね、自由に打たれてしまうので、どうするのがいいんかな。この35っていうのはやぶなしだと思うんですけれども、そこで一手空いた隙というのを白のこのゴンさんは的確に咎めました。いや、すごいですね。レベル高いですね。いや、これを、この年齢の人たちが打つんですね。なんか私感じるんですけど、なんかレンジって、レンジに限らずそうなのかもしれないですけど、年々レベル上がりますよね。すごいなんかレンジ見てて、皆さん強いなって思うことが結構増えてきたというか増えたんですけれど、明確に。だから特にこう、若い方のなんか強くなり方がすごいなって思ってて、この急速成長の裏にあるのがやっぱり AI なのかなとかね、いろいろ考えることがあるんですけれども、すごく見応えのあるいい企画だったように思います。いや、すごいな、これ。黒はちょっと序盤で失敗しちゃったんだけど、
それでも、なんか27から、こう、29、30、31、32、33、34、35っていう風に、こう、なんか模様を張り直して逆転を図るっていうのはかなり、いいプランだったようには思うんですけれども、これをね、正確に咎めるのだから怖いですね。いや、すごいな。まあ、変えるとするならば、こっちから受けて、なんか頑張るかな。この4を打ってしまうと、30と、22、この10がね、連携してきちゃうので、およそ本譜の、に合流するしか多分手がないと思うんですけれども、だからもう29って打った時点で、35っていうのはもう打つつもりでこうやってるので、それを改めるのだったら、どこから変えなければいけないのかっていうのは難しいんですけれども、多分、19ってか17かな、なんか17を打った時には、もうこの図で勝負しようっていう構想だったと思うんですよね。なんか、明確にここまで読んでたかっていうのは別として、こういう風な感じでこう模様を張れるっていう目論みはしてたと思うので、多分遡るんだったら、少なくとも、少なくとも17までは遡らないといけないかもしれないね。これ17打っちゃうと、18っていうのがこう検索トレーニングできちゃうから、ここからね、手を変えるのって結構しんどい。変えられなくはないけど、なんかいっそこうしちゃうっていうのも手かもしれない。ちょっと不利だけど、なんかこういうので辛抱しといて、向こうに攻めさせて、なんか耐えるみたいなのもあるかも。でも冷静にこういうのってね、なんかこういうのとかね、こうやってこうとかで展開されると、なんか左側だけで負けてそうだし、あとは、こういう風にね、あなた何もないでしょっていう風に言ってゆっくり展開されても、ちょっと困るなっていう感じなので、さすがにこの完全な受け一方はやりにくかったか。あるいは、そうだな、こう打っちゃって、打っちゃって、これも打っちゃって、こういう風になんか無理やりこう攻めていくみたいな感じですかね。こんなになんか黒がちゃんとレーンを続けられるように、向こうが止めてくれるかは謎なんですけど、これにこうしてくる可能性も結構あるんだよね。そうすると、こうやらざるを得なくて、なんかこういう風に打たれて、ちょっとやばいか。やっぱ大変なんかな。なんか13ちょっと形を決めちゃって、16っていうのがあまりにもいい場所に手順で入りすぎてるのが、ちょっと痛かったですか。17ね、こうやってくれれば、なんか勝負できそうなんだけどね、19とか、19じゃなくても、どこかしらね、こういう手でもいいかもしれないし。ちょっと待って。で、なので、そうだな。そういうことで、本局は、白のゴンさんの勝ちとなりました。有数選手権ね、このように強豪がひしめいているのですけれども、日本から参加されている、2名今回ね、日本からは参加しているんですけれども、ぜひ頑張ってほしいですね。というわけで、本日は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。